美咲ちゃん、今日は卓球というスポーツの概念そのものを原子レベルあるいは細胞レベルから書き換えてしまうような最高に深くて熱い話をしよう。テーマは卓球ラケットのコード材料工学だ。材料工学。ケンジさん、また難しそうな言葉を持ち出してきましたね。でも卓球のラケットってルール上はほとんどが木ですよね。ブレードの厚さの 85% 以上は天然の木材でなければならないっていうあれですよね。その通り。国際卓球連盟いわゆる ITTF の規定でブレードの 85% は天然木材でなければならないと厳格に定められている。しかしね、美咲ちゃん、この 85% の制約があるからこそ人類は残りの 15% や木材そのものの使い分けにおいてスポーツ工学史上類を見ないほどの驚くべき知恵を絞り込んできたんだ。今回のレポート、卓球ラケット合板のコード材料工学と動的性能解析はその極限進化の結晶ともいえる内容だよ。タイトルは相変わらず堅苦しいですけど、副題のメーカーやベテランが教えてくれない真実っていうのが現役選手としてはすごく刺さります。私たちが毎日握っているラケットのあの不思議な打球感の正体が科学でわかるんですか？そう、多くのプレイヤーはこのラケットは飛ぶとか掴むといった感覚的な言葉で語る。でもその背後には数ミクロン単位の接着剤の膜や木材細胞内のセルロースの配合、さらには 0.3 ミリというわずかな厚みの差が生む物理的な必然性が隠されているんだ。卓球ラケットは単なる木の板じゃない。それは沈黙しているが極めて饒舌な情報を発信し続ける精密機器なんだよ。精密機器。そんな風に考えたことなかったです。確かに同じように見える板でも打ってみると全然違いますもんね。木材というのは実は人類が手にした最も古くかつ最も複雑な天然の多孔質複合材料なんだ。レポートの基礎セクションでも触れているけど、木材はセルロース、ヘミセルロース、リグニンという3つの主要成分がまるで高度な建築物のように組み合わさっている。セルロースが鉄筋で、リグニンがそれを固めるコンクリートの役割だね。このミクロモ配合が強打した時のエネルギー伝達効率を 1% 刻みで変えてしまうんだ。鉄筋コンクリートが手にあると思うとラケットを見る目が変わります。木ってもっと素朴なものだと思っていました。その素朴な素材をどうやって極限まで科学的に制御するか。今日はそのミクロな世界からプラスチックボール攻略の鍵まで一切の手抜き増しで徹底的に解説していくよ。準備はいいかい？卓球の真実への旅に出発だ。さて、まずはこの膨大なレポート全体を通じて何が一番衝撃的だったのか、そのエッセンスを教えてください。各論に入る前に全体像をつかんでおきたいです。いい質問だね。今回の解析で浮かび上がった現代卓球における4つのパラダイムシフトをまず提示しよう。これらがこの後の議論すべての入り口になる。4つですね。しっかりメモします。まず1つ目。接着剤は単なる糊ではなく、第6、第8の層として機能しているということ。木材同士をつなぐ、あるいはラバーを貼る際の接着剤が形成する界面層、インターフェースが、実はラケットの剛性や振動減衰の 50% 以上を支配している可能性があるんだ。リサーチゲートに掲載された最新の接着力学論文でも、この界面層の設計がスポーツ用品の動的性能を決定づけると強調されている。接着剤が層の仲間入り、つまり5枚合板と言いつつ、物理的には9枚合板みたいな複雑な挙動をしてるってことですか？その通り。接着剤の厚みや硬化後の弾性率が木材自体の性能を上書きしてしまうこともあるんだ。そして2つ目は、板幅 0.3 ミリの差は力学的には全く別のモデルに等しいということ。メーカーの交渉値の裏にある個体差が断面二次モーメントという構造力学の計算上、いかに劇的な性能差を生むかを証明した。0.3 ミリで別モデル。同じ型番のラケットを買い替えたのになんか違うと感じるのは私の感覚が鋭いんじゃなくて物理的に正解だったんですね。そして3つ目。TT ギアラボのパフォーマンス指数によってキュモ値、デュエルタイムという曖昧な概念を EC/EP 比、中心合成と全体合成の比率で数値化したこと。これで自分のプレースタイルに最適なラケットを数字で選べるようになる。感覚を数字にする。これこそ選手が一番求めていたものかもしれません。最後はプラスティックボールへの移行に伴う衝突物理学の完全な変容だ。2014年以降、ボールが変わったことで、ラケットに求められる復元力とエネルギー伝達効率の定義が根本から変わった。これをリヨン大学のマナン氏らの研究や MDPI、NCBI の最新論文をもとに分析したんだ。これからこれらの衝撃的な発見を一つずつ
木材の細胞レベルから徹底的に、かつ美咲ちゃんにもわかるように情熱的に解説していこう。まずは基本の木、木材という素材の正体について深掘りしよう。美咲ちゃん、木材が鉄やプラスチック、あるいはカーボンシートと決定的に違う点はどこにあると思う？やっぱり生きていたものだから木目があったり場所によって硬さが違ったりすることですか？正解。専門用語ではそれを直交違法性オルソトロピーと呼ぶんだ。木材は成長方向、繊維方向、放射方向、接線方向という3軸で物理特性が極端に違う。ザ・ウッドデータベースの最新資料によると、繊維方向のヤング率、合成はそれに直交する方向の15倍から種類によっては25倍以上に達することもあるんだよ。25倍？同じ板なのに向きを変えるだけでそんなに強さが変わるんですか？それじゃあ縦に打つときと横に打つときで全然飛び方が変わっちゃいそう。そうなんだ。だからもし1枚の板だけでラケットを作ったら、縦方向の強打には耐えられても横からの力ですぐに割れてしまうし、スイートスポットも極端に細長くなってしまう。そこで生まれた知恵が合板プライボットだ。だから繊維の向きを交互に重ねるんですね。その通り。これをクロスラミネーションと呼ぶ。90度回転させて重ねることで横方向の弱さを補い全体の合成を均一化する。さらに木材内部のセルロースミクロフィブリルという骨組みとリグニンという樹脂のような結合材の組み合わせが天然の複合材料として機能しているんだ。でも交互に重ねるってことは木本来の縦の強さをわざと殺してる部分もあるってことですか？鋭いね。だからこそどの層にどの厚さのどの向きの板を置くかという積層設計が重要になる。この複雑な編み込みをどう制御するか、これがメーカーの腕の見せ所なんだ。単なる足し算じゃない掛け算の設計なんだよ。さらに木材の含水率も重要だ。ザ・ウッドデータベースでは含水率が 1% 変わるだけで弾性係数が大幅に変動することを指摘している。ラケットの乾燥が打球感に与える影響もこの直交違法性の変化として説明できるんだ。ラケットのスペック表を見るとリンバーとかコトーとか聞いたこともないような植物の名前が並んでますよね。あれって具体的に何が違うんですか？そこには明確な物理的指標がある。最も重要なのがヤン化高度と基幹密度の相関だ。オールドマスタープロダクツの定義によると、ヤン化高度は一定の光球を木材にめり込ませるのに必要な荷重のこと。これでボールが当たった瞬間の食い込みの深さが予測できるんだ。ヤン化高度。表を見ると確かに全然違いますね。バルサ材が400ニュートンなのにエボニー黒炭は13000ニュートンを超えてる。そう、30倍以上の硬さの差がある。バルサは超軽量で内部に空気をたくさん含んでいるから、低強打では柔らかく、強打では一気に反発する非線形な挙動を示す。対してエボニーやローズウッド8000から1万ニュートンはプラスチックボールによる飛距離低下を補うために、表面でボールを一切潰さずに弾き出すために選ばれているんだ。私の大好きなリンバはどうですか？ドライブをかけるときにすごく使いやすいイメージがありますけど。リンバは約2900ニュートン、中密度の木材で適度なしなりを生むヤング率を持っている。ドライブ主戦型の選手が回転をかけやすいと感じるのは、このヤン化高度がちょうどボールの変形とマッチして接触時間を稼いでくれるからなんだ。なるほど。逆にコトは約4200ニュートン、リンバより一回り硬い。だからスマッシュやミート打ちでの初速を重視する選手は表面にコトを使ったラケットを好む傾向がある。ウッドデータベースの比較データを見れば、自分の打球感覚がどの数値に近いのかがはっきりわかるんだ。自分の得意な技術がどの高度の木材とインピーダンスマッチング、整合しているかを知るのが用具選びの極意ため。次は一番ベーシックな5枚合板の秘密について教えてください。どうして初心者の時からまずは5枚合板で覚えなさいって言われるんでしょう？それはね、物理学における断面二次モーメントの法則が5枚合板の構造に最も顕著に現れるからなんだ。針、つまりラケットの曲げ合成は厚さ H の3乗に比例するという公式がある。3乗ということは、厚さがほんの少し変わるだけで硬さが劇的に変わるってことですよね。まさに。5枚合板は一般的に 5.4 ミリから6ミリ未満と薄く設計されている。この薄さが3乗速によって大きなしなり、フレックスを生むんだ。従来 USA のガイドでも、このしなりがエネルギーの蓄積と放出のタイムラグを作り、それがプレイヤーの感じる球持ちの正体だと説明されている。なるほど。しなるからこそ自分の力でボールを運んでいる感覚が持てるんですね。そう。自分のスイングエネルギーをラケットが一度溜めてから放出してくれる。このフィードバックが打球技術の習得には不可欠なんだ。
もし最初からガチガチに硬いラケットを使ってしまうと、ボールが当たる瞬間にすぐ飛んでいってしまって、どうやって回転をかけるかの対話ができない。物理的な対話、素敵な表現ですね。5枚合板はその対話が最も発生しやすい設計と言えるんだ。木材の繊維がしなり、元に戻るまでのコンマ数ミリ秒の間、プレイヤーはボールをコントロールしている実感を得られる。これが全ての基本と言われるゆえんだね。さらに、従来 USA はこのしなりがドライブの弧線を高くするとも指摘している。ボールに上回転を与えるためのためを物理的に強制提供してくれるのが5枚合板の凄さなんだ。じゃあレベルが上がって7枚合板にステップアップするとどうなるんですか？ 2 枚増えるだけでそんなに世界が変わるんでしょうか？全く別の物理現象が起きるよ。まず全体の厚みが増すことで、さっきの3乗速により合成が跳ね上がる。さらに決定的な違いはピンゴンスーパーの分析にもある通り、接着層グルーメアインの火事だ。5枚合板は4層だけど7枚合板は6層になる。接着層が増えると糊の層が多くなるってことですよね。そう。硬化した接着剤の被膜は木材よりもはるかに弾性率が高い。つまり7枚合板は構造的に木材よりも樹脂に近い挙動を示すようになるんだ。その結果、打球時の変形が抑えられ、入力したエネルギーがロスなくボールに伝わる線形的な性格になる。あ、だから7枚は弾くとか初速が速いって言われるんですね。そうだね。プラスチックボールになってからはボールそのものが重く、空気抵抗を受けやすくなった。だから5枚合板のしなりではボールの重さに負けてしまう場面でも7枚合板の合成があればボールを鋭く押し出すことができる。ピンゴンスーパーの実験データでは7枚合板は強打時のエネルギー損失が5枚合板より平均 12% 少ないことが示されている。これはパワーヒッターには見逃せない数字だよ。ここで面白いシミュレーション結果を紹介しよう。美咲ちゃん、もし6ミリ厚のウォルナットの単板1枚板を特注で作ったらどんな性能になると思う？ウォルナットって硬い岩板によく使われる木ですよね。それを6ミリも使ったらめちゃくちゃ硬くて飛ぶラケットになりそうですけど。実はそれが力学的なパラドックスなんだ。計算してみると同じ厚さの合板に比べて単板は特定の方向への曲げに対して非常に脆い。10ミリ厚のヒノキ単板に対して6ミリのウォルナット単板の合成はわずか 20% 程度まで落ち込んでしまう。30% どころか5分の1になっちゃうんですか？そうなんだ。木木材にはさっき言った横方向の弱さがあるから単板で薄くしてしまうと打球の瞬間にブレードが不規則にねじれを起こしエネルギーを吸収してしまうんだよ。これをテーブルテニスデイリーのフォーラムでも熱心に議論されていたね。じゃあウォルナットを生かすにはどうすればいいんですか？やはり合板にすることだ。中心にアユースやバルサのような柔らかくて軽い材を置き表面にウォルナットを貼る。そうすることで中心の材がクッションになりつつ表面のウォルナットが梁の役割を果たして合成を維持する。これを相型構造と呼ぶんだけど合板はこの力学的な補完関係で成り立っているんだ。さて、いよいよ今回のレポートの核心の一つ、接着剤の話をしよう。美咲ちゃん、接着剤って単に板と板をくっつけるだけのものだと思ってるだろう？違うんですか？目に見えないくらい薄いものですし、ただ剥がれないようにしてるだけかと。それが大間違いなんだ。研究資料によると、合板内の接着層は木材の多孔質構造に浸透し、厚さ数ミクロンの界面層を形成している。これはもはや第3の材料なんだよ。界面層。木でもない糊でもない新しい層ができるってこと？そう。この界面層がブレード全体の合成を高めるだけでなく、特に振動減衰に決定的な役割を果たしている。リサーチゲートに掲載された最新の研究では、接着層の密度や弾性率を調整することで、打球時に手に伝わる不快な響きをカットし、必要な情報だけを透過させるフィルターとして機能させていることが分かったんだ。じゃあメーカーによって接着剤のレシピが違うのは味付けを変えてるようなものなんですね。その通り。5枚合板か7枚合板かでこのフィルターの数が変わるわけだから、打球感が変わるのは当然なんだ。リサーチゲートの論文によれば、接着層の品質が不均一だとスイートスポットが狭くなるという実験結果も出ている。接着剤はもはや木材の性能を補完するハイテク樹脂層として捉えるべきなんだよ。ラケットの内部だけじゃなくて、私たちがラバーを貼る時の接着剤も大事なんですよね。最近水溶性接着剤 WBG が主流になりましたけど。そう、WBG、ウォーターベーストグルーだね。スティガースポーツの技術資料やテーブルテニスデイリーの検証報告によると、
この塗り方一つでラケットの動的合成は激変する。美咲ちゃんはいつもどうやって塗ってる？薄く均一に広げるように心がけてます。基本はそれで正解。でも最新の研究では接着層の厚みが 0.1 ミリ増すだけでブレード全体の一次固有振動数が数ヘルツ低下することが分かっている。これは打球感がマイルドになるという感覚の正体だ。逆にレボリューションナンバー3のような低粘度の接着剤を極薄で塗ると木材本来の硬質なフィードバックが強調される。塗り方一つでラケットの性格をチューニングできるってことですか？その通り。特にニッタクのファインジップのような高粘度のものを厚塗りすると接着層自体がクッション材として機能し、プラスチックボール特有の硬い衝撃を和らげてくれる。これをダンピングコントロールと呼ぶ。自分のスイングスピードに合わせて接着剤の量を管理するのも現代卓球における高度なマテリアル戦略なんだよ。美咲ちゃん、ラケットを選ぶとき、メーカーのカタログのスピード95、コントロール80みたいな数字、信じてる？一応見ますけど、メーカーが違うと比較できないし、正直、ふーんって感じで流しちゃってます。賢明だね。あれはあくまで自社製品内の相対評価だから。そこで登場するのが TT ギアラブが提唱したパフォーマンス指数だ。これは特定のラケット、スティーガオールラウンドクラシックを 1.00 として物理的な測定値を正規化したものなんだ。正規化？つまり、世界共通の物差しってことですね。そう。主に4つの軸がある。EP、プライマリーエラスティシティ、ブレード全体の縦方向の弾性。これが高いほどスピードが出る。EC、セントラルエラスティシティ、ブレード中心部の合成、強打時の底付き感や蹴り出しに影響する。VP、プライマリーバイブレーション、縦方向の振動、手のひらに伝わる情報の量だ。VL、ラテラルバイブレーション、横方向の振動、指先に伝わる響きの質だね。これなら A 社のラケットと B 社のラケットを同じ土俵で比べられますね。これこそが感覚を卒業して科学的に用具を選ぶためのパスポノポだね。さて美咲ちゃん、ここからはさらにディープな領域、 TT ギアラブが提唱した EC/EP 比の数値が持つ真の衝撃について語ろう。これまで世界中のプレイヤーがこのラケットは掴むとか離れが速いと言ってきた。でもその感覚の正体は実はラケットの中心部と全体の合成の比率という冷徹な数式で説明できてしまうんだ。比率？全体の硬さだけじゃなくて場所による硬さも差が大事ってことですか？その通り、鋭いね。具体的に数値を見てみよう。 EC 中心合成を EP 全体合成で割る。この値が 0.90 未満のものは TT ギアラブの分類でディープホルド、深い玉持ちと呼ばれる。代表格はバタフライのコルベル 0.82。強打した瞬間にブレードの芯が大きくへこむように変形し、ボールを包み込むんだ。コルベルのギュッと捕まえる感じは単に柔らかいからじゃなくて真ん中がへこむように設計されているからなんですね。そう。逆に 1.10 以上のものはキック、シャープ、鋭い。中心部が極めて強固でボールを表面で即座に跳ね返す。スマッシュを多用する前陣速攻型向きだ。そして最も興味深いのが 0.90 から 1.10 のリニアなラケット。例えばビスカリア 0.95 がここに入る。入力した力に比例してたわみが予測通りに出る。これがトップ選手が最後に行き着くコントロールの究極系と言われる理由なんだよ。自分の感覚が 0.82 とか 0.95 っていう数字で決まっていると思うとなんだか不思議です。でもデータがあれば、私は 0.85 くらいの感覚が一番好きかもって迷わずにラケットを探せますね。その通り、感覚の言語化の次は数値化だ。これを知ることで自分のスイングスピードに最適な合成のグラデーションを選び取ることができる。さらに TT ギアラブのデータベースには同じ5枚合板でもマズノフのような異常な高反発設計も記録されていて、合板構成の妙が数字に丸らかにされているんだ。 0.59 ってめちゃくちゃ極端ですね。中心が柔らかすぎて逆に変な飛び方をしそう。そうなんだ。中心が柔らかすぎると強打の瞬間にエネルギーが分散してしまい、コントロールが極端に難しくなる。逆に 1.2 を超えるようなキック型のラケットは繊細なレシーブでボールを飛ばしてしまうリスクがある。この EC/EP 比のバランスを見極めることこそが現代卓球におけるインテリジェントな用具選びの第一歩なんだよ。
最近一部のトップ選手やコレクターの間で話題になっているゴールデンフィービー金砂向きについても教えてください。高低の木材って言われてお値段も高低級ですけど、材料工学的にはどうなんですか？ははは、確かに高価だね。でも、アリエクスプレスのユーザーフィードバックやリサーチゲートに掲載された学術資料、さらに中国の古い文献まで掘り下げると、この木材には工学的な必然性があることがわかる。物的な密度は 0.0 パーセンチメートル程度と、実はアユースなどとそれほど変わらない。しかし、決定的に違うのが、木材組織内に沈着した微細な結晶成分なんだ。結晶？木材の中に石みたいなものが入ってるってことですか？そう。二酸化ケイ素、シリカなどの鉱物成分が繊維の隙間に高密度で入り込んでいる。これが何をもたらすか。音響工学的に言うと、エネルギー伝達のロスが極限まで少ないんだ。普通の木材は繊維の間の空気が振動を適度に吸収、ダンピングするんだけど、ゴールデンフィービーはこの結晶成分がブリッジ、橋の役割をして振動を瞬時に手に伝える。それが透明感のある打球感、トランスペアレントバイブレーションセンセーションの正体なんですね。その通り。ミクロマレベルで天然のカーボンに近い挙動をしていると言ってもいい。柔らかいタッチの時は木材のしなりが、強打した時は結晶構造による圧倒的なエネルギー伝達が顔を出す。リサーチゲートの研究では、この種の木材は一般的な合板よりも高周波の減衰が遅いことが示唆されている。つまり、打球の手応えが長く、かつ鮮明に残る。まさに極限の感覚を求めるプレイヤーのための天然のハイテク素材なんだよ。今のラケット、表面がすごく濃い色で、叩くと高い音がするものが多いですよね。ローズウッドとかエボニー、あとウェンジでしたっけ？そう、いわゆる高質上板ラケットの全盛期だね。ウッドデータベースのデータによれば、ウェンジのヤンカコードは約8600ニュートン。一般的なリンバの2900ニュートンの3倍近い。エボニーに至っては1万3000ニュートンを超える個体もある。なぜここまで硬い木材を表面に使う必要があるのか。それはプラスチックボールの変形を強引に制御するためなんだよ。ボールの変形を制御、ボールを潰さないようにしてるってことですか？逆だよ。プラスチックボールはセルロイドに比べて復元力が低く、一度潰れすぎるとエネルギーロスが大きくなる。だからラケットの表面をダイヤモンドのように硬くして、ボールがインパクトの瞬間に無駄に潰れるのを防ぎ、即座にエネルギーを跳ね返す。これをインパルス応答の短縮と呼ぶ。でも表面がそんなに硬かったら回転がかからない気がしちゃうんですけど。そこが設計の妙だ。表面は極薄の硬質材 0.3 ミリから 0.5 ミリにし、そのすぐ下に柔らかい添え板を配置する。そうすることで当たった瞬間は弾くけど、直後に全体がしなって回転をかけるという時間差攻撃を物理的に実現しているんだ。特にアフリカ原産のウェンジはその繊維構造の非常に不規則で、これが独特の引っかかり感を生んでいる。ウッドデータベースも指摘している通り、この高度と密度の組み合わせがプラスチックボールによる飛距離不足と回転量不足を構造力学的に補填しているんだよ。やっぱり私は日本のヒノキの打球感が忘れられません。吸い付くような、それでいて飛ぶ感じ。これってこれまでの硬い木の話とは真逆ですよね。ヒノキはね、卓球用材としての工学的な奇跡と言っていい。比重は 0.45 から 0.50 と比較的軽いのになぜあんなに粘るのか。その秘密はヒノキ特有の仮導管という細胞構造にあるんだ。広葉樹と違ってヒノキのような針葉樹は細胞の並びが非常に規則的で、一つ一つの細胞がマイクロスポンジのように機能している。マイクロスポンジ、細胞がバネになってるんですか？まさに打球の衝撃を受けた瞬間、ヒノキの細胞壁がミクロの単位で座屈し、エネルギーを一時的に蓄える。そしてボールが離れる瞬間にセルロースの強い復元力によって一気に押し出すんだ。これを遅延反発特性と呼ぶ。柔らかいのに飛ぶという矛盾した感覚は、この細胞レベルの弾性変形によって支えられているんだよ。だから他の木木材みたいにパチンと弾くだけじゃなくて、ぐーんと伸びるボールが出るんですね。そう。さらにヒノキには天然の油分が含まれていて、これが木材内部の潤滑剤の役割を果たし、長期にわたって柔軟性を維持してくれる。特に日本産の木曽ヒノキは年輪が非常に細かく、このマイクロスポンジの密度が極めて高い。リサーチゲートの木材工学セクションでも、針葉樹の弾性率はその年輪の均一性に強く依存すると述べられている。ヒノキ短パンラケットが今も熱狂的に愛されるのは、化学合成では再現不可能なこの天然のバネ構造があるからなんだ。ここで少し2014年の出来事を振り返ろう。
卓球界に激震が走ったプラスチックボールへの移行だ。美咲ちゃんも当時苦労しただろう？はい。練習しても練習してもボールが飛ばないし、ドライブを打っても相手に簡単にブロックされちゃって、あれって具体的に何が変わったんですか？素材だけじゃないんですか？一言で言えば物理環境の完全な劣化だ。MDPI や NCBI に掲載された衝突物理の論文データを整理すると、主に3つの改悪が起きた。1、空気抵抗係数 CD 値の増大。直径が 40.0mm から 40.5mm 前後へわずか 0.5mm 大きくなったことで、空気抵抗は約 10% 増えた。これによりボールの収束がセルロイド時代より劇的に落ちる。2、回転保持力の損失。プラスチックは滑りやすく、表面の摩擦係数が不安定。その結果、回転量が最大25から 25% も減少した。3、運動エネルギーの熱変換。プラスチックはセルロイドより迅性が低く、変形した際に熱としてエネルギーが逃げやすい。数字で聞くと絶望的な変化ですね。25% も回転が減ったら別のスポーツですよ。そうなんだ。だからラケットには失われた 25% の回転と 10% の飛距離を強制的に取り戻す機能が求められるようになった。具体的にはより高い復元加速度を持つブレード設計だ。昔の5枚合板ではもはや太落ちできず、アウターカーボンや極硬質材といった反発力特化型へシフトせざるを得なくなった。現代の卓球用具がこれほどまでにハイテク化し、複雑な積層を持つようになったのは、全てはこの2014年の呪いを解くためなんだよ。美咲ちゃんは打球音をどうやって判断してる？自分の打ったボールがいいかどうか音でわかるよね。わかります。芯に当たった時の快音は、体が勝手に今のボールは入るって教えてくれる感じです。それこそがビブロアコースティック分析の正体だ。リヨン大学のリオネル・マナン氏らの研究によると、人間は打球音の周波数成分と減衰時間を無意識のうちに性能評価に変換している。具体的には、ラケットには主に2つの振動モードがある。2つ？どんな振動なんですか？1つはブレード全体が大きくたわむ一時曲げモード、しなり振動。これは約 1000Hz 以下で手のひらにずしんという重みとして伝わる。もう1つは打球部周辺が太鼓の膜のように震える二次膜モード。これは 1200Hz 以上の高音で耳にパチンと届く。音が高いとよく飛んでいるように感じるのはなぜですか？脳が高い周波数イコール高い弾性率と学習しているからだ。マナン氏の研究では、プレイヤーは打球音のピーク周波数が 100Hz 上がるだけで飛距離が10センチ伸びたと錯覚することが示されている。逆に不快な低周波の残響が長いと、脳はコントロール不能という信号を出す。つまり、いいラケットとは必要な高周波を強調し、余計な低周波を瞬時にカットする音響フィルターなんだよ。でもケンジさん、ラケットだけで叩いた時の音とラバーを張った音の音って全く別物になりますよね。あれってラケットの性能がラバーに飲み込まれちゃってるってことですか？鋭い指摘だ。それを物理学で質量負荷効果、マスローディングエフェクトと呼ぶ。リサーチゲートの最新論文によれば、ラバー約 45g から 50g を2枚貼ることで、システム全体の質量は一気に2倍以上になる。これにより、ラケット本来の固有振動数は周波数シフトを起こし、大幅に低下するんだ。どれくらい下がるんですか？実測データでは、1600Hz だったラケットの主周波数が、ラバーを貼ることで 1100Hz 付近まで沈み込む例がある。しかも、ラバーのスポンジには減衰効果、ダンピング効果があるから、振動の持続時間は半分以下になる。プレイヤーがラバーを貼ると打球感がマイルドになると感じるのは、この質量負荷によって高周波の角が取れるからなんだ。じゃあ、重いラバーを貼るのと軽いラバーを貼るのでは、ラケットの性格自体が変わっちゃうんですね。その通り。重いラバーをシステムの共振周波数を下げ、より重厚でパワフルな感覚を生む。軽いラバーは周波数を高く保ち、軽快でクリアな感覚を維持する。さらに、接着剤を厚塗りすれば、その層も質量として加算される。自分のラケットの黄金の周波数帯を見つけるには、ラバーの重量と接着剤の厚みまで含めたトータルでの振動設計が必要なんだよ。美咲ちゃん、一番ショッキングな話をしよう。メーカーのカタログに載っている板厚 5.8mm という数字。これを絶対的なものだと思ってはいけない。公表してるのに違うんですか？それって品質管理の問題？いや、木材という天然素材の宿命だね。湿度や個体差によってプラスマイナス 0.2mm から 0.3mm の誤差は普通に出る。でもここでさっきの3乗則を思い出してほしい。針の合成は厚さの3乗に比例する。I イコール H の3乗。0.3 ミリの差が3乗されるってことは？計算してみよう。5.8 ミリの標準的なラケットに対して、もし 6.1 ミリの個体を手に入れたとしたら、その合成は約 16% も増加する。
逆に 5.5 ミリなら 15% 低下する。たった 0.3 ミリの差でラケットの弾みは3割以上もブレる可能性があるんだ。これは同じモデルを買ったつもりが全く別のラケットを使わされているのに等しい。16% の差は誰でも気づきますよね。昨日まで入っていたボールがオーバーしたりネットしたり。そう。だからトップ選手はショップにデジタルノギスと精密払いを持っていき、1グラム単位の重量と 0.1 ミリ単位の厚みを厳選する。彼らは木材という天然の揺らぎが物理法則三乗則によって自分の感覚を狂わせることを本能的に知っているんだ。自分のベストな厚みの得意点を知ること。それが上級者への第一歩だね。知識は増えたけど、結局どう進化していけばいいのか迷っちゃいます。今の私に必要なのはどんな物理なんですか？今回のレポートの集大成として、レベルに応じた工学的ロードマップを整理しよう。1、基礎形成器、感覚の構築。まずは EP1.0 前後の5枚合板。三乗則によるシナリオを最大限に利用し、振動の二次モードを脳に正しくフィードバックさせる。これでボールを運ぶ感覚の神経回路を作るんだ。2、技術拡張器、復元力の活用。次に EC/EP 比が 0.90 前後のインナーカーボンや少し厚めの7枚合板へ。プラスティックボールの原則に負けない復元加速度を手に入れつつ、シナリオを残して回転量を維持する。3、完成器、インピーダンスマッチング。自分の最大スイングスピードとラケットの合成 EP を完全に同期させる。インパクト時にボールを 0.5 ミリ以上食い込ませることができ、かつボールが離れる瞬間に最大速度で復元する最強の一本を数値で選ぶ。自分のスイングとラケットの合成をパズルのピースみたいに合わせるわけですね。その通り。それがインピーダンスマッチングという考え方だ。道具に振り回されるのではなく、自分のエネルギーを最も効率よくボールに変換する変換器を見つけること。これが最新材料工学が定理する迷いのない進化の道なんだよ。ケンジさん、今日のお話一生忘れません。用具選びがこんなにエキサイティングな物理の探求だったなんて。そう言ってもらえると研究者名理に尽きるよ。最後にもう一度今日学んだ真実を胸に刻んでおこう。1、接着剤は第6、第8の層。界面層が打球間の半分を作っている。2、個体差は物理式。板圧 0.3 ミリに宿る三乗則の力を甘く見るな。3、球持ちは比率である。EC/EP 比という数値が感覚を完全に言語化する。4、音は性能の告白。脳は周波数を食べて瞬時に弾道を予測している。感覚だけを頼りにしていた昨日の私とはもう違います。これからは TT ギアラボのデータをチェックして自分の個体の厚みを測って理屈に基づいた自信を持ってコートに立ちます。その粋だ、美咲ちゃん。データは君を迷いから解放してくれる。そして正確な知識は試合の土壇場で君の手を震わせない最高の味方になってくれるはずだ。今回の出展元である多くの研究者たちの知恵を君のラケットに宿して戦ってきてくれ。はい、早速マイラケットの二次幕モードを耳を澄ませて聞いてきます。いいね、応援してるよ。ありがとうございました。カン。